こんにちは。考察大好きネクスティのリサです。前回に続きネクスジのデビュー曲ライド・ザ・バイブのミュージックビデオに隠された意味を考察していきたいと思います。今回は年下組のヒュイくん、ユウキくんのマンネライン編です。それでは早速ライド・ザ・バイブを見ていきましょう。まずはストーリーのおさらい。ストーリーはやんちゃに過ごしている7人組のグループの様子が描かれています。仲間内でもじゃれ合ってるのか喧嘩しているのか、時には高いところからお皿を落としたりして、日中でも夜でも警察から怒られています。そしてところどころに幻覚のような不思議な描写がありました。その部分を深掘りして考察していきたいと思います。まずはヒュイくん、鏡の中が外の世界へとつながります。小さい頃から韓国で練習生として頑張ってきたヒュイくん、鏡の前でたくさん練習してきたことでしょう。やっと念願のデビューをし、これからいろんな世界が広がっていくことを表しているのかなと思いました。そして家の中でともやくんと腕相撲をしているシーンがありました。2人は力試しをしていて、周りの仲間たちも盛り上がっています。そしてユウくんも椅子を壊したりして、みんな自分の力を見せつけているようだなと感じました。最初のあらすじで登場したハルくんとユウキくんが喧嘩しているような描写も、高いところからお皿を投げるシーンも、自分たちの力を見せつけたい、力がついた今爆発させたいと、まさにこれからデビューするみんなのパワーを表しているのかもしれません。それによりコップが倒れます。卵は何かが生まれる時のイメージで、水も命に必要不可欠なもの。パワーが充満したみんながチームとなって誕生し、ネクスジの物語が始まることを示唆しているのかもしれません。バットで瓶を壊していくシーンも、ハルくんの時に心を解放していると考察しましたが、それとともに今ある力を爆発させたいという感じにも見えます。JYP 練習生だったヒュイくん、ニジプロ2の日本合宿では自分の実力で何ができるのか、ついマイナスイメージをしてしまい不安でいっぱいの様子でした。そこで練習生仲間のともやくんに相談すると、歌もダンスもうまいのに心配しながら踊るとそれがステージで見えてしまうと思うと言われ、ヒュイくんはなぜ歌やダンスをやっているのだろうと改めて考えます。そしてやっぱり好きだからという答えになり、だったらあれこれ考えるより自分が好きなことを思いっきり楽しんでやろうと気持ちを切り替えることができました。ミュージックビデオの後半にヒュイくんが頭を傾けると車が爆発し、それをともやくんが止めに入ったら、実は車は爆発してなかったというシーンがありました。ここもマイナスなイメージをしてしまうヒュイくんに対して、大丈夫だよ、見て、マイナスなことは起こってないよとともやくんが教えてくれたのだと思いました。気持ちを切り替えたヒュイくん、韓国合宿では J.Y. パークさんから表情が明るくなりましたねと言われ、ファーストステージを楽しむ姿が見られました。そして歌もダンスも良かったと褒められ、今までの努力が報われます。その後もセカンドステージ、サードステージで実力もさらにアップしていき、ファイナルではチームみんなで感謝をテーマに曲を披露し、見ている人たちに伝わります。ヒュイくんはダンスとボーカルで足りないところが見つからないという高い評価を受け、念願のデビューとなりました。そして夢を叶えるために幼かった僕を韓国に送ってくれてありがとうと家族に感謝を伝え涙します。ヒュイくんの夢のために進んできた道はこれからも続いていきます。いろんな世界へ、まだ見ぬ未来へと大きく羽ばたいていってくれるでしょう。続いてユウキくん、最初に壁にぶつかる衝撃的なシーンがありましたが、ニジプロ2の日本合宿でも壁にぶつかりスランプに陥る場面がありました。
ゆうきくんの歌い方には癖があるため、基礎の発声からやり直します。そして努力の末、ゆうきくんにしか出せない歌声を披露し、 J.Y. パークさんから人の耳を引く歌声だと大絶賛され、韓国行きとなります。しかしまた壁にぶつかります。韓国合宿ではゆうきくんのイメージとは真逆の 2PM さんの楽曲を披露することとなり、強い男らしさをどう表現したらいいか悩み、自分を見失いかけますが、ボーカルの先生から真似をしようとしても雰囲気は出せない、そもそも歌い方も違うのだからと言われ、自分にしか出せない表現の仕方を考え始めます。そして自分らしく自分の色で元気いっぱいのパフォーマンスを披露し、 J.Y. パークさんからダンスのラインも綺麗になった、何より歌が上手でしたと褒められました。いつも天真爛漫で、ニジプロ2の合宿生活でも毎日楽しいと言っていたゆうきくん。ミュージックビデオでも仲間を見失ってもなんだか楽しそうで、ともやくんたちが腕相撲をしている時もはるくんと二人で笑って見ています。しかし時には吐いたせいたくんを心配して付き添う優しい一面も描かれています。プールのシーンではともやくんの考察でもあったように、ゆうきくんに代わってともやくんが落ちました。厳しかったサードステージでは J.Y. パークさんに体の力を育てるべきだと言われ、はいと素直に涙していました。仲間と助け合い支え合い、いろいろな逆境を乗り越えていったゆうきくん。ゆうきくんの性格、ゆうきくんらしさ、それは愛されキャラのゆうきくんにしかない色です。そして他のメンバーもまたそれぞれに違う個性、特別な色があります。その強みを生かしながらデビューをかけ、みんなが一つになって練習に励みます。ゆうきくんも苦手な高音を楽に出すコツをつかみ、さらに実力を上げていきます。そしてファイナルステージでも自信を持って歌い、いい評価をされデビューとなりました。ミュージックビデオでもところどころで愛嬌ある表情を見せていたゆうきくん。可愛らしいキャラクターと激しいダンス、豊かな歌声で、これからも自分だけの特別な個性を大事にしながら素敵なメンバーたちと歩んでいってくれるでしょう。さていかがでしたか？ライド・ザ・バイブの考察マンネライン編をお届けしました。私の考察ではニジプロ2での困難や苦悩、そしてそれを乗り越えデビューしたネクスジみんなのこれから始まる未来への熱い思いが描かれていたんじゃないかなと思いました。皆さんはどう思いましたか？これからもネクスジの気になったことを考察していきたいと思います。よかったらチャンネル登録して次の動画も見てくれると嬉しいです。See you!